チャプター1。ある夏、さつきとめいという姉妹は、お父さんと一緒に東京から田舎へ引っ越してきました。姉のさつきは小学6年生、妹のめいは4歳です。お母さんは病院に入院していて、家ではお父さんと子供たちの3人で生活します。この家はとても古く、そばには大きな木があります。家の周りには田んぼや森、川や山があります。初めて家に着いた日、二人はいろいろな部屋を見て回りました。そこで二人は黒くて小さい不思議な生き物を見つけます。さつきはお父さんに、ゴキブリでもない、ネズミでもない、黒いのがいっぱいいたの、と言います。お父さんは、それは真っ黒クロスケだと教えてくれます。さつきとめいは真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ、と歌って二人で笑いました。二人は家の2階へ続く階段を見つけます。2階へ上がって、めいが壁の隙間に指を入れると、真っ黒クロスケが出てきました。めいはその一匹を手で捕まえます。しかし、さつきに見せようと手を開くと、そこに真っ黒クロスケはいません。ただ、手のひらが真っ黒になっていました。チャプター2。ある日、お父さん、さつき、めいの3人はお母さんのお見舞いに行きます。病院に着くと、お母さんが優しく迎えてくれます。お母さんはさつきの髪を撫でます。さつきもめいもお母さんに会えてとても嬉しそうです。帰り道、お父さんはお母さんがもう少しで退院できそうだと二人に伝えます。チャプター3。さつきはいつも朝早く起きて家族と自分のお弁当を作ります。そして友達と一緒に学校へ行きます。さつきが学校へ行っている間、めいは家で遊びます。庭で遊んでいためいはどんぐりを見つけます。どんぐりをたどっていくと、小さな白い生き物が走っていくのを見ます。めいはその小さな生き物を追いかけていきます。家の近くの大きな木に着きました。そこに穴が開いているのを見つけます。そこから中に入っていくと、とても大きな生き物に会います。その生き物はふわふわしていて、耳が大きく、猫にも熊にも見えます。めいは、あなたは誰？と聞きます。その生き物は大きく口を開けて声を出します。それを聞いて、めいは、トトロ、あなた、トトロって言うのね、と言いました。めいはそのまま、トトロの温かいお腹の上で眠ってしまいます。さつきが学校から帰ってくると、庭で眠っているめいを見つけます。めいはトトロに会ったことを、お父さんとさつきに話します。お父さんは、めいはきっと、この森の主に会ったんだ、と言いました。さつきはこの出来事を、お母さんに手紙で伝えます。チャプター4。ある日の夕方、雨が降ってきました。さつきとめいは、傘を持って、お父さんをバス停まで迎えに行きます。バス停で待っていると、そこにトトロが現れます。雨の中、トトロは木の葉っぱを傘にして立っています。
さつきはお父さんの傘をトトロに貸してあげます。すると、トトロはとても喜びます。雨が傘に当たる音を楽しんでいるようです。しばらくすると、トトロの前に不思議なバスが来ます。それは、猫の形をしたバスです。足がたくさんあって、目はライトのように光り、空を走ることができます。トトロは、バスに乗る前に、二人に小さなプレゼントをくれました。トトロは、その猫バスに乗って、どこかへ行ってしまいました。プレゼントを開けると、中にはどんぐりなどの好みが入っていました。二人はトトロからもらったどんぐりを庭に埋めます。それから二人は、どんぐりが芽を出すのをとても楽しみにします。チャプター5。ある夜、二人が眠っていると、トトロたちが庭に来ます。トトロが力を込めて特別な踊りをすると、どんぐりから芽が出て、どんどん大きくなっていきます。目を覚ましたサツキとメイは、トトロと一緒に同じ踊りをします。芽はさらに伸びていき、大きな木になります。それから二人は、トトロに抱きついて空を飛びます。月の明かりの中をふわふわ飛ぶのは、とても楽しい夢のようでした。木の枝に座って、トトロと一緒にオカリナを吹きます。朝になると木はなくなっていて、でも地面には小さな芽が出ていました。二人は、夢だけど、夢じゃなかったと言って大喜びします。チャプター6。お母さんが病院から家に戻ってこられることになりました。二人は嬉しくて、村のおばあさんにそのことを話します。おばあさんは、自分の畑で採れた野菜を食べれば、みんな元気になると言います。しかし、病院から残念な連絡が入ります。お母さんが風邪をひいてしまったので、帰る日が延びたというのです。メイはお母さんに会えないのが悲しくて、泣いて怒ります。さつきは、メイに分かってもらおうとしますが、メイは、やだ、と言って聞きません。二人は喧嘩をしてしまいました。さつきも、お母さんが心配で、泣き出してしまいます。メイは、お母さんに元気になってもらうため、トウモロコシを持って、一人で病院に向かいます。チャプター7。メイがいなくなったことに気づいたさつきは、とても心配します。村の人たちと一緒に、メイを探します。でも、どこにもいません。困ったさつきは、森へ行きます。そこで、トトロにメイを探してほしいと頼みます。すると、トトロは猫バスを呼んでくれます。猫バスはさつきを乗せると、メイを探すため走り出します。初めて乗る猫バスに、さつきは驚きます。猫バスが森の中を通ると、木が避けていきます。やがて、猫バスは小さな道の横で泣いているメイを見つけました。二人は抱き合います。さつきとメイは、一緒に猫バスに乗って、病院へ行きます。病室の外の木の枝に座り、お母さんを見つめます。お母さんは、お父さんと話しています。お母さんは風邪をひいてしまいましたが、元気そうです。それを見て、二人は嬉しくなりました。二人は、窓際にこっそりトウモロコシを置いて帰ります。
お母さんは窓の外にさつきとメイがいたような気がして笑います。